味はいかがですか？はあ、この城は良い調理師をお抱えのようですな。とても美味しゅうございますぞ。出来たてならもっと美味しかったです。しかり。確かに素材も味付けも素晴らしいが、鮮度に欠けている点は否めませんな。ワニの肉がないのも感心できません。料理は城の顔ゆえ、調理師には厳しく申し付けておくことです。ところで、姫はお召し上がりにならないので？食べながら聞いてください。今日は日曜日で時間があったので、私はいつもより頑張って朝ごはんを作りました。なんと、この膳を小鳩様が手ずから？そうです。だから私は怒っています。これは失礼いたしました。先ほどの失言、深くお詫び申し上げます。いや、ワニなどなくとも構わんのです。何分私の舌は時代から取り残されておるゆえ、恥ずかしながら当世の調理というものが理解できず、つい成田と失言の数々。まったく重ね重ねのご無礼、平にご容赦くだされ。このガルーダ、いかなる罰でも受ける覚悟にございます。何なりとお申し付けください。違います。そのことじゃないです。ふむ？今日の朝起こしに行ったら部屋に誰もいなかったので、私は大変びっくりしたのです。おお、さようでしたか。全く申し訳ない。無断外泊はいけないことです。日本では家族の人が心配をします。特に皆さんの中には昔トンソウなんか記憶喪失みたくなって何日も行方不明になっちゃった人とかいるので、今でも私たちやお医者の先生は大変心配に思っています。夜お仕事で出かけるのは仕方ありません。でも朝までには戻ってきてもらわないと困ります。やむを得ない場合はせめて一本連絡をください。5分。しかし恐れながら姫、その義務を怠ったのは私ではありませんぞ。おそらく夜の戦士、スラムの王グテー・ファルコンですな。へりくつを言うのもいけません。皆さんは共存することを選んだのですから、連帯責任です。ぐむん。皆さんの問題は私たち家族の問題でもあります。特に今はお父さんもお母さんもいないので。何？ここの城主夫妻が？けしからん。そやつらは幼き姫君を置いてどこへ消えたのです？旅行に行っています。旅行とな。なんと呆れた後見人どもだ。王族のものを預かる身で何を安穏と。いいえ、お父さんとお母さんは病気についての勉強が忙しかったり、目が離せなかったりで、何年もずっと2人で出かけることができなかったのです。おお、さようであったか。あふう。我らのこの得意な体質のせいで彼らには多大な迷惑をかけてしまったのやもしれんな。でも千歳さんが最近は症状が安定しているから保護者がいなくても大丈夫というので、お父さんたちには数年ぶりに夫婦水入らずで出かけてもらうことになりました。
そういうわけなので、お父さんたちがいない間は、私が皆さんの保護者ということになります。今皆さんが何かしでかしてしまうと、私の責任問題になります。おむおむ。なるほどなるほど。いやしかし、それなら心配ご無用。この私がコックピットに入った以上、もう他の者にこの体を明け渡すつもりはございません。イーグルの言葉を借りるなら、私は揺るぎなき安定を得たのです。もはもは。ですから、この体は永遠に私一人のものとなったのですよ。もはは、ご安心召され。煩わしい交代など金輪際起こりませぬゆえ。嘘。もはほほほ。私が嘘を申しても仕方ありますまい。じゃあ、他の人は？他の人？むふん。愚帝たちなら、もう二度と上がってくることはないでしょうな。今はまだ待機室にでも引っかかっておるでしょうが、じきに奈落の引力にとらわれ、闇の底へと落ちるでしょうよ、バフン。そんな。じゃあ、お兄ちゃんは？私のお兄ちゃんは？ふむ、ホークシアンブルー。羽田隆の所在ですか。無論彼とて例外ではなく。違う！その人じゃなくて、本当のお兄ちゃん！は？誰ですと？私の本当のお兄ちゃん、最初からいた人、一番目の人。一番目？そう、羽田洋次。羽田洋次とは。先代のことか。しかしあの方は生を営むことに絶望され、はるか昔に自ら奈落の底へ旅立たれておいでだ。余震はこちらから招いたとて、二度とコックピットへお上がりにならぬでしょう。でも私はお兄ちゃんに会いたい。出して、お兄ちゃん出して、出して。そうは申されても、それはおそらく無理かと。いや、無理ですとも。でも、い
いや、確かに申したが、しかし、いや、しかし、それだけは。嘘つき。返して。私のお兄ちゃん返せ。この偽物。いや、部品、不法はずは。世界が平和でありますように。泣く。貴様。ごめんなさい。なんて、冗談です。びっくりさせてごめんなさい。姫。ウォン。姫、私は。わかってます。お兄ちゃんは自分から引きこもってるんです。伊丹さんも他のみんなも悪くないんです。なのに、私はみんなを恨んじゃう嫌な子です。私が嫌な子だから、罰が当たったんです。私がいい子にしてれば、いいことが待ってるって、牧師さん、よく言ってました。だからきっと、お兄ちゃんが出てこなくなっちゃったのは、私がいい子じゃないせいなんです。ふむ。そうだ、お風呂見てきます。そろそろ沸いたと思います。
姫。料理の腕を上げましたな。ワニ肉などなくとも、誠に美味しゅうございましたぞ。小鳩様、しばしお待ちください。御身のささやかな願い、我が身に変えても叶えてみせましょう。